春の AI&ML チャンネルにようこそ。ここでは人工知能や機械学習に関する話題を発信しております。機械学習にはどんな種類のものがあるのでしょうか。機械学習は大きく分けて、教師あり学習、教師なし学習、教科学習の3つに分けられます。教科学習はちょっと特殊なので、一旦今日は置いておいて、教師あり学習と教師なし学習が何なのかについてお話ししましょう。教師あり学習は一番シンプルな問題です。一般的に機械学習といった時は、大体教師あり学習のことを指しますね。社会で使われている機械学習のアプリケーションも、ほとんどが教師あり学習ですね。教師あり学習ではデータとラベルを用意する必要があります。例えば、画像に映っている動物が犬か猫かを判定する判別 AI を作るとしましょう。このような判別 AI を作るためには、まず画像が必要です。この画像がデータに相当するところですね。それに対してラベルというのは、それぞれの画像に対してその画像に映っているのが、犬なのか猫なのかを表す情報、正解になりますね。教師あり学習ではこの画像とラベルのペアを利用して、この画像は犬、この画像は猫といったことを学習させます。これによってどのような画像が犬に分類されて、どのような画像が猫に分類されるかというルールを獲得することができます。これが教師あり学習の仕組みですね。それに対して教師なし学習とは何かというと、これは結構複雑です。簡単に言うと、教師あり学習と違ってラベルがありません。ラベルなしで学習を行おうというのが教師なし学習です。ラベルがなかったらどの画像が犬なのか、どの画像が猫なのかっていうのはわからないじゃないか。それじゃあ学習のしようがないじゃないかと思われるかもしれませんが、ラベルがなくてもできることは結構あります。例えばクラスタリング。クラスタリングというのは、データ間の類似度に基づいてデータをグループ分けする手法です。猫の画像は他の猫の画像に似ているだろうと考えられます。犬の画像も同様に他の犬の画像に似ているでしょう。そうすると画像間の類似度に従って画像を2つのグループに分けてあげると、犬グループと猫グループに分けられるといった手法ですね。通常、教師なし学習は教師あり学習よりもかなり難しいです。例えば先ほどの例ですと、きちんと2つのグループに分けられるかというと、犬グループ、猫グループに分けられる保証というのはあんまりないです。例えばですけれども、毛の色が暖色寄りの猫ちゃんワンちゃんグループと毛の色が寒色寄りの猫ちゃんワンちゃんグループに分けられてしまうかもしれません。どのようにグループ分けされるかっていうのがなかなかプレディクトしづらい。基本的には教師あり学習ができるときは教師あり学習をすべきでしょう。教師あり学習ができない状況であったら教師なし学習を検討するというのが一般的な考え方ではないでしょうかね。はい。ということで、教師あり学習と教師なし学習の違いはラベルがあるかどうかということでした。ただこの2つの分類はですね、かっちり分かれているものではなくって、データの一部のみにラベルがある場合というのもあります。こういう場合は反教師あり学習だとか自己教師あり学習などといった手法も使われたりします。このあたりは面白い話なんですが、そうですね、そのうちお話ししたいですね。ご清聴ありがとうございました。コメントご意見などありましたらお気軽にご連絡ください。